MBTI Cross Precure。 こんにちは、拓司です。 MBTI を通してプリキュアを分析しています。今回も君とアイドルプリキュアを扱いますが、特にナナとココロの性格を対比して掘り下げます。意外なことにおとなしいナナが外交感情型で、活発なココロが内向感情型なんです。その違いはファンサするシーンではっきりとわかります。MBTI って何？と思った方はこれまでの動画を参照ください。ナナとココロ、感情のスタンスはどう違うのでしょうか。今回の動画のお品書きはこちらです。MBTI では人の性格を4つのアルファベットで表しますが、1から3文字目まではこれまで説明してきました。左から外交内向、感覚直感、感情思考の尺度でしたね。で、最後のアルファベットなのですが、これだけは明快な説明ができないので、ふわっとした感じになりますが、ご容赦ください。この J は Judging、P は Perceiving の略で、それぞれ判断と知覚という意味です。ちょっと何言ってんのかわかんないですよね。この知覚とは、心のアンテナでキャッチするといった意味合いです。この違いをわかりやすく言うと、J は準備万端、物事を早め早めに判断してまとめに入る。P は臨機応変、可能性を最後の最後まで知覚して、それから動くということです。これが感情と組み合わさると、FJ が外交感情型、FP が内向感情型になります。外交感情は外向きということで、他者との関係を意識します。周りの人を喜ばせたい、迷惑をかけたくないという気持ちが強く、さらに1対1だけでなく、第三者に対してもそういう気持ちが働くので、自然と場の空気を読みがちです。一方で、内向感情は内向きということで、自分の気持ちを大切にします。ありのままの自分を常に意識しているために、その心の声に反する行為をしてしまうと、違和感や罪悪感を覚えることが多いです。なぜ FJ と FP がそうなるかについてですが、外交型は場を整えて調和を大事にするので、早め早めに判断してまとめる FJ。内向感情は自分の心について純度を高めようとするので、最後の最後まで可能性を知覚して追求する FP と言えると思います。前回解説した通り、君プリの感情型のキャラで言うと、歌が ENFJ、ナナが ISFJ と外交感情型なのに対して、ココロが ENFP、メロドンが INFP と内向感情型になっています。特にナナは1文字目が I なので、内向型なのに外交感情型。ココロは1文字目が E なので、外交型なのに内向感情型という一見矛盾したような組み合わせになっているのです。さて、実際に真意を引用して外交感情と内向感情の違いを解説していきます。場面は第10話、アイドルプリキュアの活動として初めて直接ファンサしたシーンを一部抜粋します。キュアキュンキュン、握手してください。はい。かっぱい理由はあの、ありがとうございます。キュアアイドルの歌聞くと元気が出るの。嬉しい。キラキー。ランラン。ありがとうございます。こちらこそ、今日は来てくれて、ありがとう。は。引用は以上です。ここでは、ココロが他の2人に比べて、ファンサがぎこちないことが対比されています。
心は前の晩にファンサの特訓までしていたのにもかかわらずです。なぜこうまで違うのかを考えます。本番で上がってしまったのでしょうか。私はそうではないと思います。彼女はアイドル研究会の会合や生徒会長選挙の演説などで物おじせず話せるほどの強いハートの持ち主だからです。一方で、歌は普段家の喫茶店の看板娘としてお客さんとの触れ合いに慣れているので、彼女は別としても、そういった経験のなさそうなナナが自然とファンサができるのは意外かと思われます。しかし、心が内向感情型、歌とナナが外向感情型であると考えれば説明がつきます。内向感情型の人は、特に思い入れが強い物事については、まず自意識が働きます。心にとっては、憧れていたアイドルとしてファンサする資格が果たして自分にはあるのかということを強く自分に問いかけてしまうのです。なので、自信が持てずにぎこちない振る舞いになってしまうのです。一方で、歌やナナのような外交感情型の人は、自意識よりも相手が喜んでくれるかを一番に考えるので、相手の期待に沿って自然にファンサができるわけです。では、そんな心がどうやって吹っ切れたのかというと、同じ第10話の最後のやりとりが答えです。キュンキュンの大ファンであるミユが、彼女を目の前にして恥ずかしがっているところに手を差し出します。こんにちは。みゆちゃん、来てくれてありがとう。心、え、心、キュンキュンしてます。あ、私も心キュンキュンしてます。引用は以上です。心はミユに感情移入することによって一緒に心キュンキュンすることができました。このように内向感情にとって自分の心が動くことがとても大事なのです。自分の心を通さずに人のために動ける外向感情に比べると反応が遅くなることもありますが、その分思いが強くなることもあるのが内向感情の強みなのです。いかがでしょうか。このファンサのシーンだけで内向感情と外向感情の違いがよく分かったのではないかと思います。さて、外向で内向感情型の心、内向で外向感情型のナナとで比較しましたが、これが外向で外向感情型の歌、内向で内向感情型のメロロンだったら違いがより明白です。歌はファンサでの振る舞いはもちろんですが、外向感情が決定的にわかるのが第16話の次のショットです。この画像のプリルンに対する眼差しをご覧ください。喜ぶ彼女を見つめて心からリラックスしています。これははっきり言って内向感情型の人には絶対できない表情だと思います。内向感情があると自分に嘘をついていないか、相手が自分を理解してくれるのかという感情が芽生えて、こんなにリラックスはできません。内向感情型の人が他者と触れ合うときにはある程度の緊張感が生まれてしまいますし、それを避けるために目線をそらしたりすることもあります。しかし、だからこそ、そういった人たちはとても誠実でピュアなんだと私は思います。そして、自分が理解されないと傷つくというのは内向感情の大きな特徴です。そのため、自分の本音は本当に信頼できる人にしか打ち明けず、それ以外の人には心を開かないことが多いです。この点について、次はメロロンのシーンを引用します。第15話では、プリルンと二人っきりになろうとして歌を邪険に扱うのですが、みんなはそんなメロロンに対して質問をします。メロロンはどうしてそんなにプリルンにメロメロなの？教えてあげないメロ。プリルンは引いたいプリ。メロ？ねえたま。それは。
ふふふ。どうしてプリメロうたちゃんすごい。プリルンの真似上手だね。毎日隣で聞いてるから、プリプリ映っちゃった。メロ毎日隣メロ歌先輩ダメです。そんなこと言ったら。メロメロメロ。うわ。引用は以上です。このシーンの後でメロロンは、純情をもて遊んで遊びじゃないメロと一人傷つきました。外交感情型の歌はメロロンと仲良くなりたかったため、冗談の意味合いもあったと思いますが、プリルンのふりをして本心を聞き出そうとしました。しかし、プリルンを溺愛する内向感情型のメロロンにとって、そのような歌のアプローチは、一番大事な心をもてあそぶ裏切り行為と受け取られてしまったわけです。この時、同じく内向感情型の心は、メロロンの気持ちを理解できるだけに、歌を止めようとしたのだと思います。というわけで、このシーンは、仲良くなりたい外交感情型の歌とナナ、自分の気持ちにデリケートなメロロンと心、そして感情の機微に疎い思考型のプリルンと、5人の個性がよく現れていたと思います。今回は以上です。感情のベクトルについて解説しましたが、プリキュアのメインキャラの大半は感情型だけに、この違いがわかると、キャラの見方が変わってくるんじゃないかなと思います。今後も折に触れて過去のシリーズを扱いたいと思っていますが、皆さんも歴代のキャラが外交感情型なのか、内向感情型なのか、はたまた思考型なのか、振り返ってみると面白いんじゃないかと思います。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。